はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。今回のレビューは何かな？最近、割とレビュー頻度の高めなブランド、シーガートのモデル、クレッセント用。2DD プラス 2BA のハイブリッドモデル。個人的にはドライバー搭載数が割と好みのタイプ。概要は、デュアル DD とデュアル BA を備えた手作りのハイブリッド IEM。豊かなアナログの温かさ、鮮明なディテール、スタジオグレードのトーンバランス。ということで、視聴の第一印象は、やや低域寄りなバランスで、広域が出すぎて苦手な人に合いそうだなぁと思った。強い個性は感じないけど、何でもしっかり鳴らせるタイプと言ったらいいかな。なるほど。価格は4万円台と、シーガートさんはお高めモデルが多いけど、アリエクだと3万円台で買えそうだね。シーガートさんの多くのモデルは手作業の工程が多く、クレッセントも同様です。フェイスプレートの模様も全部違って一点物ということですね。形状自体は他のモデルとほとんど同じに見えます。なので、シーガートのモデルがフィットする人には安心して装着できますね。型子は 5g 程度ですし、重さは全く負担になりません。ケーブルはシーガートレナと同じ仕様で、超純度の銀メッキ無酸素銅を使用。3.5mm、4.4mm の脱着可能なタイプ。刺してロックするタイプじゃないけど、結構グッと押し込めるんで、抜けちゃう心配はほぼないと思うよ。ドライバー構成は上の通り、10mm の DD が2機、アイソバリック方式で搭載。PET ダイヤフラムが低域、LCP ダイヤフラムが低域から低中域という役割。BA はノールズ30262の163ミッドレンジドライバーが中域から中高域。ノールズ33518ツイーターが超高域を担当ですね。詳細は上の通り、やっぱり特徴は低域側になるかな。今回の比較モデルは同じドライバー構成のセイオーディオ、ハイプ2とかファイン、クアティオを選んでみた。ハイプ2は価格帯も似ていますね。クアティオは発売当初の価格が2万円弱なんで価格帯は違いますけど評判いいですからね。そうだね。ハイプ2を聞くのは久しぶりなんだけど、バンドルケーブルで聞くのが一番印象良かったんだよ。比較モデルとして聞く場合はレビューモデルのバンドルケーブルを使用することが多いんで、ちょっとニュアンス変わるね。波形はこんな感じで似た部分が多く、主な違いはこの辺りから上になるんで、収録音が結構似た感じになってる。じゃあ早速音聞いてみよう。音量上がるから気をつけてね。The bar is touching the sky when you hear my ting, it's coming too wavy. I gotta protect my C-car log, girl, that wanna have my babies. Play me, don't try play me, coming too hot, so you goddamn rate me. And I don't have no shame, so how on earth are you gonna try shame me, fame me? Wanna be so damn famous, even Bill Gates gonna ask for a picture. All they know is green and Rizla, couldn't be me, I'm trying to get richer. Did somebody bring me a mixer? Gotta say sorry to my liver. Cute when you look, but she comes with the heat, man, I know in the room, but she was a kicker. This is getting too real, I was asleep, now I'm on that wheel. Original, no I don't steal, putting in work, been out on the field. Coming too cold like Danny Shields, man, he's got the sauce, man, he knows the deal. Sometimes I just be in my feels, but that ain't gonna stop me keeping it real, it's just
はい、サウンドチェックでした。確かに波形通り、中高域以上の明るさの違いが分かりました。クレッセントを音調整の基準にしているので、北国モデルの広域が実機より明るく感じるということですよね。そうなるね。クワティオが波形の通り、明るさは一番目立ったと思う。実機でも抜けの良さは抜群だったからね。超広域はあまり出していないようだけど、チューニングノズルを変更すれば、さらにサウンドバリエーションが選べるのもいい。ハイプ2は 3.5km あたりから 8km あたりまでの一直線に近いカーブが特徴的。これをレビューした当時はかなり気に入ったモデルだったよ。やっぱりケーブルの違いで広がり方の変化は感じたけど、相変わらずいいね。クレッセントは低域の重みが印象に残るけど、比較にモデルと出方自体は大差ない。やっぱり中高域以上が他にモデルより控えめなのが低域の目立つ要因だよね。だいたいクレッセントの傾向は把握してもらえたんじゃないかと思うけど、実機を聞いた印象を少し細かく言うと、ここにもある通り豊かなアナログの温かさとか、ヴィンテージチューブのようなとかっていう表現が結構当てはまる感じの出方だったね。低域は量感優先ではあるけど、硬質なニュアンスも表現できてる感じ。バスドラのキックもしっかりしてるし、ベースラインが追いにくいということもない。中域は 300Hz から 1km あたりが少し膨らんでますけど。だねー。だからかな、音が太く厚く感じるね。ボーカルは聞こえづらかったりするの？そんなことないよ。しっかり前に出てくれるし、ここでも厚みや温かさを感じる。視察音はほとんど感じない。低域に比べバランス的に少し抑えられているように見えるけど、波形パターン自体はしっかり山谷を作っていて、いい感じのカーブだからね。なるほど。じゃあ広域、シンバルとかは？シンバルがうるさく感じることはないけど、存在感はちゃんとあるよ。10キロ以上の広域にもワンピークあるからね。温かみという表現を使うと広域全然出ないんじゃないかと思うかもしれないけど、そんなことはなくて、ああ、痛くない広域が心地いいじゃんっていう感じ。ただ広域の抜け重視な人にはクワティオが一番合うとは思うけどね。もしもっと広域が欲しければ、クワティオのカーブをリファレンスに EQ で4から8キロあたりを調整すれば、もともと超広域は結構出ているので、クワティオ以上の広域の鳴りも期待できるね。でもそれだとクレッセントの特徴である豊かなアナログの温かさとかがなくなっちゃうんじゃないの？それはそうだね。だからクレッセントはマイルドな広域が欲しい人が買うのがベターだと思う。イヤーチップで多少の調整は可能で、バンドレ3種だとメモリーフォームを使えば結構キャラ変するね。今回も結局ディバイナスベルベットを使ったんだけど、内径が太めなイヤーチップで軸が長めのものだと広域は出やすいと思うよ。そっか、イヤーチップでの調整の方が私は簡単に思えるわ。確かにね。ちょっと試聴させてもらいましたけど、なかなかの厚みと温かさを感じる傾向でした。そうだね。聞き込んでいくと手放せなくなるモデルになりそうだね。はい、ということで G ガートの 2DD プラス 2BA ハイブリッドモデルクレッセントのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。